どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になったバイド機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 84B1D バイドシステムアルファですね。メインルートのステージ 7.1 では以前から遊ぶことができた機体ですが、12月22日のアップデートで全てのステージで使用可能になったみたいですね。バイドシステムアルファは意図的に開発された機体ではなく、研究用にバイドを捕獲したら実は中身が R9A がバイド化したものだったことが分かり、研究用に保管されていたサンプルという設定の機体みたいですね。他の機体はアローヘッドの汎用量産機だとか、ルビコンのバイド係数増大化試験機のような、どんな意図を持って開発された機体なのか分かる名称が付けられていますが、バイドシステムアルファに関してはバイド素子強化サンプルとはっきり明記しており、RZ ミュージアムの中に展示されている機体の中で唯一の研究用サンプルというのもこの機体の面白いところだと思います。搭載されているバイドフォースはフォース全体をバイド体が覆っていて、戦闘時には緑色の強酸性の体液が分泌される気色の悪い仕様になっています。発射されるレーザーもバイドをモデルにしているのが面白いレーザーですね。赤のゴンドランレーザーはゴンドランというバイドを模した形状のレーザーを発射します。ゴンドランの特徴通り、一部欠けた円が回転しながら飛んでいくため、モデルとなったバイドの特徴をしっかり再現していることがわかります。貫通性の高いレーザーが一定間隔で発射されるため、バイドとの距離や地形に依存しない安定感があるのが特徴で、他のレーザーは弾速が遅かったり、発射までの間隔が広く、隙が大きくなってしまう欠点があるため、ステージの特性に合わせて扱いやすいゴンドランレーザーと使い分けるといいと思います。青のガウバーレーザーは、ガウバーというバイドを模した形状の長弾するレーザーを斜めに発射します。ステージ 7.1 に出てくるのがガウバー生体と表記されているため、多分ステージ1の腐敗輸送管から飛び出してくるのがガウバーの様態で、今回のレーザーは様態の方を模しているんだと思います。また、ガウバー生体を攻撃すると動きが鈍くなりますが、ガウバーレーザーもしっかりその特性を再現しており、貫通力があまりなく、弾速も遅いという仕様になっています。その代わり破壊力はあるため、ある程度接近して使うなら悪くない装備ですね。黄色のノーザリーレーザーは R タイプデルタで登場したノーザリーというバイドを模しているようですが、残念ながら R タイプファイナル2ではまだ登場していないようですね。今後登場するかどうかはわからないですが、登場した時は動きの再現性も比較してみるのも面白そうですね。発射された2つのゆっくり進むレーザーからは上下に弾が発射される仕様になっており、雑魚の殲滅能力はかなり高くなっていると思いますが、レーザーが消えないと次が発射できないため、使用する場合はレーザーが消えるまでの時間を計算して立ち回る必要があります。ただし至近距離では破壊力の高いレーザーを連射できるようになるため、近接戦闘ではバイドフォースの中で最も火力が出せるレーザーですね。次にバイドフォースを切り離した後の状態についてですが、フォースから真下を攻撃する弾幕型になっています。正確に言えば弾幕ではなく、強酸性の緑色の汚い汁が垂れているだけなんですが、バイドフォースを機体から切り離した瞬間に汁が飛んだり、垂れた液体が地面に付着すると煙を上げる演出があるなど、かなり細かい部分まで作り込まれています。使いどころは少ないですが、破壊力は高いため、ステージの形状などを見ながら使ってみてはいかがでしょうか。ミサイルは目玉追尾ミサイル、目玉誘爆ミサイル、目玉爆雷の3種類から選ぶことができます。無難に選ぶなら目玉追尾ミサイルですが、ステージ4やステージ 7.2 では敵側のバイドシステムアルファの追尾ミサイルと自分の目玉追尾ミサイルが混在してしまうため、どれが安全なミサイルなのかわからなくなってしまうという欠点がありますが、うっかり事故らないように注意してくださいね。波動砲はデビルウェーブ砲が搭載されており、機体の後ろから発射される珍しいタイプの波動砲ですね。発射された波動砲は機体の上を通って前方に移動し敵を追尾しますが、破壊力はそれほど高くないように感じます。移動速度が速いボスや弱点部分が左側にあるボスに対して有効になったのは大きなメリットですが、逆に巨大戦艦系のボスは相性が悪く、小さな弱点部分に波動砲を当てるのは難しくなっていますね。思った場所に飛ばすのが難しいですが、障害物を避けて進んでくれるため、普通は狙うことができない場所まで攻撃可能な優秀な波動砲ですね。ガウバーレーザーと組み合わせる場合は、チャージを控えめにして波動砲を連射したり、ノーザリーレーザーの消えるタイミングに合わせて発射するなど、レーザーの特性に合わせて使い方も変えることができるため、デビルウェーブ砲の様々な運用方法を考えるのも面白いと思います。バイドシステムアルファは、バイドを模したレーザーを発射するバイドフォースや、機体の後ろ側も攻撃可能な数少ない波動砲であるデビルウェーブ砲を搭載している個性的な機体というだけでなく、人工のバイド機体ではない唯一の天然物のバイド機体という面白い設定の機体でもあるため、ようやく全てのステージで使えるようになったバイドシステムアルファで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。
またね。